こんばんは、たかしです。本日は11月20日月曜日、ただいま19時50分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。本来なら明日火曜日の朝に投稿するんですが、明日は投稿できなさそうですので、今夜に軽く分析をしておきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。また、ノートでは複数の視聴プランをご用意してますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在冷やしは確定しておりませんので、もしかすると明日の朝になったら下髭の陰線とか陽線になってくる可能性もあるんですが、今のところ下落中。現在はこの黄色丸の高値、安値を見ていただいてもわかりますが、上昇トレンド中なんですね。この上昇トレンドの中で今調整の下落をしていると考えております。もちろんここから大きく下落するその下落の初動とも考えられるんですが、現在はまだ一応上昇トレンド中。この直近の安値の黄色丸の安値を下抜けるまでは、この冷やしのトレンドは上向きというふうに考えます。ただし GMMA の青帯、少し今近づいてきましたね。今回のこの上昇に対して GMMA の青帯と距離がありましたので、今そこに戻している、そういう動き方をしている途中です。本日そろそろ GMMA の青帯付近までは下落してきておりますので、もうちょっとあるんですが、だいたい184円付近、そのあたりになると GMMA の青帯と接触してきます。ストキャスティクス現在は中央付近にありますよね。ということはまだもう少し下げる余地があるということになりますので、もうちょっと下落余地はあるんですが、過去ストキャスティクスがゴールデンクロスしてきたポイントも近づいてきておりますので、そろそろ一旦 GMMA にも接触しそうですし、下げ止まりを意識していく必要があります。まだもうちょっと下落しそうですが、そろそろこの辺、揉み合いがありましたよね。過去の揉み合い、ここですね。こういうところも意識されてきますので、まだどんどん下落していくというよりは、そろそろ下げ止まりを起こしてもおかしくないのかなという、そういう意識は持っておくといいと思います。では4時間足です。4時間足は MACD 弱いですね。ストキャスティクスも一旦上昇したんですが、再び下落してきて安値圏に入ってきました。ただ安値圏に入るっていうことは次反発しやすいっていうところですので、その辺は注意が必要です。現在は黄色のボックスを描いております。先ほど Twitter でも投稿したんですけれども、まずは黄色のボックスの中に戻されてきましたねと。ということはもしかするとこの下限を目指して下落していく可能性があります。ちょうど過去この中で動いてますよね。黄色のボックス上限から下限に向けての下落、上限から下限に向けての下落っていうので、綺麗に上限下限を行き来しておりますので、今回今黄色のボックスの中に戻されてきたっていうことは、当然この下限付近184円のミドルぐらいですね、そのあたりを目指して下落していく可能性が十分ありますので、その辺を今は見ておきたい。ただし現在は185円、そしてこの下限が 184.5 付近になりますので、あまりも値幅も残っておりませんので、下がってくれば次反発していく可能性もありますので、そこは注意ですね。もちろんこのまま下抜けるっていうことも考えられますが、この黄色のボックス下限付近は日足の GMMA の青帯も通ってますので、ちょっとその辺は意識が必要です。では1時間足です。1時間足は綺麗に下落トレンドを描いてますね。このあたりにトレンドラインが引けるんですが、そのトレンドラインからの下落、そしてこの GMMA の青帯もずっと意識されているの分かりますよね。GMMA の青帯にぶつかって下落、青帯にぶつかって下落、本日もそうなっておりますよね。ということは今はこの GMMA の青帯に沿った下落トレンドに乗っていくというのがいいですね。ただし現在は黄色ボックスの影も近づいてきているのと、あとストキャスティクスも安値圏にあります。先ほど4時間足のストキャスティクスもそろそろ安値圏という話もしましたし、あと日足のストキャスティクスもそろそろ過去のゴールデンクロスの位置に近づいてきておりますので、やはりそろそろ反発してもおかしくない、そういうところまでは来ましたので、ここからの流れに乗っていく、基本的には下落トレンドなので、この下落の流れに乗っていけばいいと思いますが、今下げ切っているところから売りで入っていくのは危険ですので、一旦の調整の上昇を待って、そこからの次の下落の流れっていうのをイメージしておくといいと思います。つまりこんな感じの動きですよね。こういう動きをしてくれば、その戻ったところからの戻り売りを仕掛けていけばいいと思いますが、現在は下げ切っている、しかも伸びきっている感がありますので、ここからは一旦の反発を待つのがいいと思います。もし反発をせずにこのまま黄色ボックス下限まで下がってしまえば、今度はこの辺付近からの反発の上昇流れっていうの
のをイメージしておいてもいいと思います。では次はドル円です。ドル円は GMMA の青帯をそろそろ下抜けるのかなというところです。ただし現在地付近っていうのはこの過去の揉み合いのところでもありますので、今若干この赤いラインを下抜けてはきてますけれども、ここから反発していく可能性もあるので、それは注意ですね。過去の揉み合いっていうのはやはり基本的には揉み合いやすいところでもありますが、本日結構強めの陰線で下げてきておりますので、もしかするとこのままオレンジの平行チャンネルの下限、これ過去のこうやって意識されているところですので、そのあたりまで下落してくるかもしれません。その場合はだいたい146円とかになってくるんですかね。そのあたりまで、現在が 148.3 付近ですので、146円ぐらいまでの下げ幅はあるんですが、現在地付近っていうのは過去の揉み合いのところでもありますので、ここで一旦の反発上昇するということも十分考えられますので、その辺は注意ですね。ストキャスティクスはそろそろ安値圏に差し掛かりますが、もうちょっと下げる余地があるので、ここで反発してももう少し下落方向に動きやすいんじゃないかとは考えます。では4時間足です。4時間足はこの緑のボックスを描いておりました。その緑のボックスを今下抜けてきましたね。本日下抜け。そしてここからの動きの想定は一旦はボックスの下限付近まで戻してほしいところです。つまりこんな感じの動きですね。ここからもう一段下落。こんな動きを想定しておきたいです。ただこの下落の仕方かなり急激に下がってきておりますので、ここまで大きく戻せない可能性も十分あります。で、先ほど日足の揉み合いゾーンだと言いました。このあたりですね。過去の揉み合いゾーンっていうところにもありますので、浅めの戻しから下落していくということも考えられますし、この過去の揉み合いを考えると、ここから反発してまたボックスの中に戻されるということも考えられますので、基本的にはこの下落の流れに乗っていくのであれば、しっかり戻ったところからの戻り売りをやっていかないと、今ストキャスティクスも安値圏にありますので、やはり反発しやすい、そういうタイミングにはあるんですね。過去のこの安値でもありますので、ですので、本日ここからトレードするのであれば、一旦の反発の上昇を待ちたいところですね。もしくはこの反発の上昇の流れ、つまりこの上昇に短くついていくのもありだとは思います。ストキャスティクスは安値圏にありますので、反発の兆しが買い足で見られたのであれば、そこからの一旦の上昇の流れ。ただし、現在は基本的に強く下落してきてますので、あまりどんどん上昇するとは思わない方がいいと思います。では1時間足です。こちらも GMMA の青帯で綺麗に下落してきてますよね。ここのところ、先週の金曜日もそうですし、本日もそうですけれども、ちょうど綺麗にこの GMMA の青帯で意識されて下落してきております。ですので、一旦 GMMA の青帯ぐらいまでの戻しを待ってから、そこからの下落の流れっていうのを考えておくと、この下落トレンドに綺麗に乗っていけそうですよね。と考えると、やっぱり緑のボックスの下限ぐらいまでは戻してくるのかなと思いますので、そのくらいまでの上昇を今イメージしておいてもいいと思いますし、そこまで上昇せずに浅めの戻しからの下落になるということも考えておきたい。それから注意したいのは、結構こういう急激な下落をした時っていうのは急激に反発上昇するっていうこともありますので、その辺も注意ですね。上昇の仕方です。もし戻り売りを考えるのであれば、ここからの上昇の仕方には注意です。ズドンと大きく上げてくるような、そういう動き方をした時は戻り売りではなくって、もしかするとここの下落トレンドを崩すような動きになってくる。またこの緑のボックスの中に戻してくれば、緑のボックス上限を目指すような動きになるかもしれませんので、その辺は注意ですね。基本はこの1時間足の下落トレンドに乗っていくですけれども、そのここからの調整の上昇がどういう動きになるのか、過去みたいなこういうじりじりとした上昇なのであれば、そこからの次の戻り売りのタイミングを見ておく。ただし大きな陽線でズドンと上昇してきた場合は、一旦戻り売りは様子見をするのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を更新しています。先週末はエントリー根拠の作り方というタイトルの動画です。FX で負けが多い方はエントリーの根拠が不足していることが多いです。FX は知識が絶対です。限定動画ではその知識を補える動画を毎週アップしています。また、ノートでは複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。